剛さんが人生を変えた2言があるんですよ。2つ。それがあって今僕いるっていうのがある。宿命的にはそういうのをこう指名していって、ヒップホップカルチャーを盛り上がらせることだからっていうので、やれツールって一体何なのかとか、何をこれからやっていくのかみたいなのを全部聞いて、僕の思いに合致したんですよね。バトルする時のこだわりってあるの？心が入るようなバトルとかだと、会場にいるやつ全員ぶっ倒そうと思って、1対1の向き合いのコンペティション形式なのか、サイファーとかもうどうでもよくて、パッてなった瞬間にもう全員潰そうって思っていつもだから多分なんかの YouTube とかでも相手がかましたものでお客さんがわーとかってなってるお客さんの方行って「来いお前から」とか結構やったりしてますよ。もうイケイケやん。はい、何が出てくるかもしれない。めちゃくちゃいいね。はい、出る前に準備することとかは1日前に踊らないとストレスたまるのをあえて感じてます。あとファッションショーを1日前に必ずどの服装が一番テンション上がるか、いかにテンションを前日まで上げるかっていうのはすごいこだわってやってました。 YouTube に上がってる中でベストバトルみたいなのがあったら教えて。これでシーンちょっと変わったなと思うのは、やっぱり2005年のカツエイリエネス VS 愛知角かな。 B1 原田さんもいたと思うんですけど、俺がマシーンにバトル打った。そうあの時の1回戦のやつが、ムーブ的には別に納得してるわけではないんですけど、あれはいまだにやっぱりあのバトルがっていう話を周りからも聞くので、なるほどな。あれなのかな。 YouTube 載ってるといえば、載ってなかったらフリースタイルセッション10アニバーサリー、当時200チームぐらい世界中から、その時ズールキングスで出てたんですけど、それで優勝した時のやつが本当にやばかったんですよ。K メールとかも一緒に出てて、もう本当もうぐっちゃぐちゃにしてて、最後なんか大ブーイングになって優勝していくみたいな、そういうなんかストーリーも全部あったやつなんですけど、その載ってるといえばさっき言ったやつが本当にパワー VS スタイルみたいなのがあからさまになったきっかけのバトルが、あの B1 熱かったもん。あれやばかったですよね。あれやばかった。しかも本当にいろんな面でパンチ効いてるようなシチュエーションありましたよね。ジャッジにガキたちがコールアウトしてとか、あれは結構革命的なバトルでした。龍馬と喧嘩いまだに話すんですけど、あの時さーっつってマジでなんで喧嘩なった？意味分かってないんですよお互い。なんで嫌いかも分からないんですけど、とりあえずムカつくんですよ存在が。で言い合いになるんですよね、めちゃくちゃで、そこから7年ぐらい話してなかった。マジで？僕がオーキャットに行った時の審査員した時のコメントにあいつがぶち切れたのがきっかけで、周りが言うんですよお互い。なんか龍馬がこう言ってたよとか、勝君こうやって言ったらしいでみたいな、喋ってないのになんだこいつってなるじゃないですか。で現場行ってもバトル当たって勝って負けて勝って負けて繰り返すんですけど、握手も一切せずに B1 の時もなんか「うらー!」みたいになるけど一切何にもなくで、ジュジュが謝りうちの弟がすいませんみたいな「いやいいよ別に」みたいな。まあどう考えても龍馬の方が態度悪いんやろな。めちゃくちゃ悪かった。それは容易に想像できるよ。悪かったですよ。そうで2009年の時に IB に一緒に出たんですよ、日本代表として。龍馬いるわと思って、誰がいるって知らされんと、現地で組まされたんですよ。でもそれは喧嘩してるので出たくないなみたいなのもあって、大輔がとりあえずなんかもう喋んなよみたいな感じでなんか用意したバー、その時に初めて喋ったんですよ。マジで？でお互いめっちゃ嫌いだったけどさみたいな。でも今回キーにやっぱちょっとこれじゃまずいよねっつって、めっちゃ長くなるそっから。それまで7年間ぐらいですね、本当になんかずっと意識して。めっちゃおもろいな。2014年には株式会社アイアムを設立するやん、なんでそういうきっかけになった？もともと2010年前にオーレリアやってる時もそうなんですけど、会社を建てたいいずれとは思ってたんですよ。原田さんも含めそうなんですけど、イベントをオーガナイズしてる人とか世界でもやっぱりいっぱいこういた時に、あんな感じがやっぱいいなとはこう思ってたんですけど、おかげさまでいろんな国にこう行かせてもらった中で、やっぱりこうニューヨークとかロンドンとかパリとかロサンゼルスとか聞くとちょっとかっけーみたいなイメージあるじゃないですか。そう思ってやっぱそういうとこ行ったりしたんですけど、あれ
日本の方がやべえじゃんと思ってあーそれきっかけでいろんな国こう行っても、やっぱ日本人でいることの凄さをすごい感じたんですよ。一回ダンスも何もかも全部捨てて、ちょっとオーバーかもしれないですけど、世界は誰が牛耳ってんだと思ってやっぱ白人社会か、それで30歳の時に一回全部捨てて会社を建てようの前に、白人社会で石川勝之としてまず生きていけるのかどうかを試したくてオーストラリアに行ったんですよ。だからオーストラリア行ったんや。日本帰ってこないつもりでみんなにで永住権とかもう取れたのを取ろうみたいな、もう本当そんぐらいの気持ちで一回行ってきましたね。向こう行っても生活が苦しくて、でも勝がいるってなったら呼んでくれたりして仕事になってやっぱ切り離すことはできないなっていう。とりあえず向こうで働き始めた。普通にバイトしましたね、倉庫とかで。白人社会で揉まれに行ったんや。こんだけ通用するのか知りた気合入ってるなで日本で持ってたもの全部捨てたんですよ一回、行ったけどうまくいかずにやっぱりダンスが助けてくれたとか、そういう仲間がやっぱり助けてくれた、オーストラリアに行くんですけど、そこから世界も行っちゃうんですよ。その時にストリートチルドレンに出会うんです。ベトナムだったんですけど、雷が走ってこんな世界知らねえぞと、で助けてあげたいななんてこう思ったんですけど、自分の知識もなければお金も持ってないし、その時ですね早く会社建てて、自分が儲けが出れば、そういうところに使いたいっていう、それいやいや最初のきっかけはすごいな。自分が自分であることを分からないと、世の中うまくハッピーに生活できないんだと思って、だから名前もアイアムで止めたんですよ。一回ビザ切れる時に調べたら永住権が出てきて、これ b ボーイっていう職業で取ったら、要はオーストラリアの政府を認めさせてるわけじゃないですか、b ボーイという職業、でも日本で行くといつまで追ってんだみたいなのが悔しくて、あえて b ボーイっていう職業で永住権を取るまでやろう、そしたらもう本当に運がいいことに9ヶ月ぐらいでファーンって取れちゃったんです。素晴らしいな。いろんな助けがあって取れちゃったので、帰ってアイアムをやろう、帰ってきて立ち上げたっていうのがきっかけですね。こうやって話したらお前すごいな狂ってましたよ。もう何も見えなかったですよ。もうそんなアイアムやけど、もう今は代表降りてるのよね。そうですね。今はちょっとこっちの業務の方が忙しくなって、後輩にやってもらって、僕はこっちをメインでやってる JDSF の方で。そうです。これみんなに聞いてるんやけど、勝間にとってヒップホップとは？難しいですね。僕にとってのヒップホップは、あなた、私ですね。あなたであり私であるっていうところが、僕の今のところのヒップホップライフで行き着いた答え。すごいぶち当たってたんですよ。本当にそれこそヒップホップって何とか、ブレイキンって何とか、でもやっぱり一つのきっかけなんですよね。それを通して、今のこの対談でもそうですし、ダンスでもそうですし、表現をこうしていく一つのツールがヒップホップ、でその表現をし合ったっていうところに関してはやっぱり自分探しの旅だと思うんですよ。あ、原田さんこういう考え方してるんだ、こういう踊り方してるんだ、俺は違うけど受け入れる、でも僕はこういう風にやってるんだ、でそれもこう受け入れてもらってっていう、こうお互い相乗効果で人間的にこうレベルアップしていくというか、なんかこれの繰り返しなんだなっていうの、その方法をヒップホップ使ってやってるんだな。だからそういうの質問に対しては、僕自身でありあなた自身でもありますよっていうような気持ちになった。将来の夢、目標を教えてください。自由人でありたいっていうのはあるんですよね。でその中で、発展途上国の出会いもありましたし、やっぱああいう子たちに何かをやって学校建てるのとか、それで終わりじゃなくてずっとループできるような現場をまず作りたいなっていうのは思ってます。あとは子どもたちに関して、日本でも世界でもそうですけど、自分がヒップホップブレイキンライフを続けてきて、原田さんもそうだと思うんですけど、もう間違いなく幸せになれるというか、その真髄を感じることができたら、だからそういった間違いないものなんで、受け皿みたいのは常に若い子たちには、用意しておかなきゃいけないと思ってるので、そういう現場をずっと作っていかなきゃいけないとは思ってます。なんか政治とかすごい興味も出てきましたし、海外で日本料理屋みたいなのもやってみたいなとか、すごいな。やりたいと思ってやれることはなんか全部やってみたいなっていうのが目標は、とりあえず今は自分の近くにいる人が笑顔になれるように、そしたら多分勝手に笑顔になっていくと思うので、特に近い人たちは困ってたら助けようとも思うし、みんなでやっぱり笑顔になっていく何かを作っていくっていうのは常にの目標でもあります。
今日はね、はい長い間ありがとこちらこそありがとうございます。う。楽しかったで。今ますでも結構話はしたけど、こうやって聞かんとわからんことっていっぱいあるやん。そうですね。いろんなベトナムのこともそうやし、そういう背景が見えたら勝ってすごい深い人間なんやなっていうありがとうございます。すごいいろんな考えがあってのこの勝なんやっていうのがすごい分かってもっともっと知りたいなってはい。逆に思ったありがとうございます。次回もまたじゃあいやいやいや呼んでいただいて、はいよろしくお願いします。ありがとうはい、こちらこそありがとうございます。はい。こんにちはマシン原田の部屋へようこそ本日のゲストはこの方空木くんでイエーイ、よろしくお願いします。すよろしくサニーです緊張する。緊張するかめっちゃ緊張してます。高評価チャンネル登録よろしくお願いしますレッツゴーメイクさん、僕もやってますんで、概要欄からチェックしてください。はいチェックしてください